こんにちは。今回は丸いモチーフを紹介します。このモチーフは長編み、長編みの玉編み、そして長編みで間にそれぞれ鎖編みを入れながら作りました。色違いでいろいろ作っても可愛いと思います。コースターにもなる丸いモチーフを紹介します。今回は波太の毛糸を7号の4ミリのかぎ針で編みます。最初は鎖編み5目の輪の作り目から編み始めます。鎖編みをここから5目編みます。1、2、3、4、5。5目の鎖編みを編んで、最初の鎖編みに引き抜き編みをして、鎖編み5目の輪の作り目を作りました。1段目です。1段目は長編みを編みます。長編みの立ち上がりの鎖編み3目を編みます。鎖編み3目を編んで、間に入れる鎖編みを1目編みますので、最初は鎖編み4目を編みます。次は輪の中に長編みを編みます。この糸端はできれば一緒に編み込んでください。長編みは針に糸をかけて、輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜き、また糸をかけて2本の糸を引き抜いて長編みを編みました。間に鎖編み1目を入れながら、輪の中に長編みを11回編みます。鎖編み1目を入れてから長編みです。鎖編み1目を間に入れながら、輪の中に11個の長編みを編みます。長編みを全部で11個編みました。11個長編みを編んだら、間に鎖編み1目を入れてから、最初に編んだ鎖編み4目のところの鎖編みの1、2、3個目です。3個目の鎖編みの2本を拾って、引き抜き編みをします。次は、鎖編み1目のところにもう1回引き抜き編みをして、2段目をこの位置から編み始めます。次は2段目です。2段目は長編み3目の玉編みを編みます。鎖編み1目のところに長編み3目の玉編みを編んで、間に鎖編み3目を入れます。鎖編み1目のところから引き抜いたこの位置から編み始めます。最初は鎖編み2目を編みます。この鎖編み2目が長編みの未完成な形とします。長編み3目の玉編みですから、鎖編み1目のところに、あと2回未完成な長編みを編みます。針に糸をかけて、同じ鎖編みのところに針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜いて、未完成な長編みができました。もう一回同じところに未完成な長編みを編みます。鎖編み2目が未完成な長編み1目としますので、これで未完成な長編み3目ができたことになります。針に糸をかけてすべての糸を引き抜いて、ここまでで長編み3目の玉編みが完成です。次は鎖編みを編みます。ここから鎖編み3目を編みます。鎖編み3目を編んで、次の1段目の鎖編み1目のところに長編み3目の玉編みを編みます。鎖編み1目のところに未完成な長編みを3目編みます。1、2、3。鎖編み1目のところに未完成な長編み3目を編みました。
これをすべて一度に引き抜いて、長編み3目の玉編みができました。間に入れる鎖編み3目を編んで、次の鎖編み1目のところにも長編み3目の玉編みを編みます。未完成な長編みを3目編みます。未完成な長編み3目を編み、すべてを引き抜いて長編み3目の玉編みにします。鎖編み3目を編んで、次の鎖編み1目のところにもそれぞれ長編み3目の玉編みを編み、間に鎖編み3目を編んで、ここまで編みます。長編み3目の玉編みを11個作りました。間に鎖編み3目を入れて編みます。ここが最後のところです。最後の鎖編み1目のところにも長編み3目の玉編みを編みます。未完成な中長編みを3目編んで、すべて引き抜いて、鎖編み3目を編みます。そして次は引き抜き編みです。引き抜き編みを編むのは玉編みの頭のところです。最初の立ち上がりの鎖編み2目の、その次のこの目が玉編みの頭です。この玉編みの頭に引き抜き編みをします。次は隣の鎖編み3目のところに引き抜き編みをして、3段目はここから編み始めます。次は3段目です。3段目は長編みを編みます。鎖編み3目のところに長編みを4目ずつ編み入れていきます。間に鎖編み1目を入れながら、鎖編み3目のところに長編みを4目編みます。最初は長編みの立ち上がりの鎖編み3目を編んで、鎖編み3目のところにあと3回長編みを編みます。鎖編み3目が長編み1目としますので、3目の長編みを編んで、ここが鎖編み3目のところに長編み4目を編み入れたことになります。鎖編み1目を間に入れて、次の鎖編み3目のところにも長編みを4目編みます。1、2、3、4。長編み4目を編み、鎖編み1目を間に入れて、次の鎖編み3目のところにも長編みを4目編みます。長編み4目を編み、鎖編み1目を間に入れて、次の鎖編みにも長編み4目を編みます。鎖編み1目を間に入れながら、鎖編み3目のところに長編み4目をここまで編みます。鎖編み3目のところに長編み4目を編み、間に鎖編み1目を入れながら、ここまで編んできました。最後のところです。最後は長編み4目を編んだら、鎖編み1目を編んでから、最初の鎖編み3目の3個目に引き抜きますが、ここで引き抜いてもいいのですが、今回はここから閉じ針で糸始末をします。糸を長めに取ってください。長めに取って糸を切ります。
そして、ここの位置からとじ針で糸始末をします。糸をとじ針に通して、鎖編み3目の3個目に引き抜くの予定ですが、ここで引き抜いてもいいのですが、とじ針で糸始末をした方が綺麗になりますので、とじ針で糸始末を今回はしてみます。鎖編み3目のその次にある長編みの頭の2本です。この頭の2本を拾います。鎖編み3目のその次の長編みの頭の2本に針を入れて、糸を引き出します。次に針を戻すのは、鎖編み1目を編んで、とじ針に通した針が出ているこの位置に上から針を入れて、後ろに戻します。そして糸をゆっくり引いてください。ゆっくりと糸を引いてから、周りの鎖編みと同じぐらいの大きさにしてください。これが今、糸を通したこの糸です。これを引きすぎないで、少し緩めにして、鎖の目を同じ形に揃えてから、次は後ろ側に糸を回して、この位置に引き抜いています。引き抜いたら、すぐそばの糸を少し取って引き抜き、もう一度こちらを見てください。同じように目が揃っていれば大丈夫です。次は長編みの足を糸を通します。次に糸を通すのは、この長編みを編んだ根元の部分です。ここに糸を通していきます。このぐらいまで通せば大丈夫です。これで今、糸を通したところがわからなくなっていると思います。最初の鎖編みの上にとじ針で糸始末をしました。これで丸いモチーフが完成です。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。